第4回です。今回で完結。長いムービーがあるので、動画時間はちょっと長くなってしまいました。結局あげちゃうんだったら、あの時叩いてなければ、騒ぎを起こさずに済んだのでは？一体ここはどこなの？ちょっと、あんたのせいでソニックとはぐれちゃったじゃないの。ストームの尻尾が下に出てるからこれ、ガラスじゃないですね。石の落ち方次第では水に流されて終わりだったのでは。わかったわいな。何の音？これだわいな。ギガンテックロックスにあったのと同じ石だわいな。ギガ？これで2つも手に入ったわいな。早速ジェット様に報告だわいな。なんなのよ。ったくもう。出口を探す約束はどうした？まあ、ここを離れようとしているストームについていけば出れるでしょうけど。ということでタイムアタックです。ジェットとウェーブに続いてストームでもやらされることになるとは、相変わらず GP を不足させたり、遠回りな道を通ってしまうとタイムアップもあり得るので注意。スタートはパーフェクトではなくていいのですが、少ししたらグラビティダイブで長距離移動したいので、GP がもらえる評価で飛び出しましょう。大きなジャンプ台がありますが、これはグラビティダイブでそのまま飛び越えて、正面に噴水のようなオブジェの近くにグラインドレールがありますので、それをたどるように途中でダイブを解除してコントロールに切り替え、うまく曲がるとスムーズに抜けられます。その先のジャンプ台ですが、アクアティックキャピタルと同じで、グラビティダイブしているとスムーズかつ上のルートに入れますが、正直大きな差がないので、どっちでもいいし、直線にゲージを使ってしまっているので普通に飛びましょう。左側に行きましょう。この先障害物が多いので、ここの辺りまでにリングをしっかり回収してレベルを2まで上げておきたいですね。進んだ後は急なカーブとなっているのでグラビティコントロールします。その先ジャンプ台がありますが、グラビティダイブをここで使うと少し先が推奨ポイントになっていて、ゲージが足りないとそこで結構遅くなるため我慢しましょう。スライダーから出たらグラビティダイブ推奨ポイント右から順に出現するので右寄りで発動します。そのまま飛んでダッシュパネルに着地できると非常にスムーズです。2周目ですが、最初の大ジャンプ台で GP が不足しないように手前の段差でトリックをしっかりと決めてゲージを貯めておきましょう。グラビティコントロールで曲がるときは結構内側まで行けますが、当然足場がない場所は落下します。なのでちゃんと外側の足場の上に収まるように動きましょう。このコースはアイテムが少なくて前回のような事故に悩まされずに済みますね。しかもリングは多めに置いてあるし、ジャンプ台も多いので GP も十分回収可能と自力でどうにかなりますね。他のレーサーもいないし、ここに来てタイムアタックミッションで邪魔がほぼない状態で走れるようになっているのはありがたいですね。素早くできる場合に限りますが、壁走りすると少しだけ速いです。慣れている人はぜひ。若干ですが、次回作とかの話も入ってしまうのですが、探せば意外とありそうなコースの演出となる雨って、レースだとこの作品だけなんですよね。しかも2コースあるという、ソニック R は、一応サターン版以外なら、健康の概念があるので、雨を意図的に降らせることはできますが、
それは後付けですからね。演出的に最初から組み込まれているのが珍しいです。また、マリオカートを引き合いに出しますが、あちらでは演出のみだったり、水たまりができて障害物になっていたりと、使い分けもされていて結構良かったと思います。まあ、レースゲーム全体を見ても知っている限り、雨が降るシチュエーションはあんまりないとは思いますが、それだけに演出としては入るのは違いないので、ぜひともクロスワールドでは有効活用されてほしいものですね。演出のつながりで話しておきたいネタあるんですが、最近公開されたコースにルミナスフォレストがあるんですよね。そちらはウォータースライダーのパートが再現されていました。ただスライダーの中は普通に走るだけですが、それでもボートになるのではなく、流れる水を走るというのがこの作品以来なので、そういった点も歴代作品を思い出させてくれました。これから発表されるコースも楽しみですね。さて、コースも半分を超えたのですが、残り時間は見ての通り40秒ぐらいしかありません。グラビティダイブをミスしたり、ジャンプ台をほとんど普通に飛んだら余裕がないのがわかると思います。いくら妨害がないとはいえ、ノルマで厳しすぎないか？オラの勝ちだ。遅い。何をしているんだストームは。この流れ前作でも見た気が。すまねえボス。遅い。でも大収穫だわいな。ストーム、お前にしては上出来だ。ついにストームが褒められる時が来るとは、見ているこっちも嬉しいですね。古文書の解析を続けたところ、ちょっと気になる記述が。ジェット様の知能レベルに合わせて解読しますと、言ってみろ。我々はついに決断した。この船からエンジンユニットを切り離すのだ。このままではエンジンもろともやがて黒い闇に全てが巻き込まれてしまうだろう。黒い闇だと？一体何のことだ？さあ、どう思われます？俺が知るか。ともかくあれこれ考えるのは後回しにしろ。今は星の性質の回収が先だ。盗賊団相手に全く気がつかれずに盗むエッグマンもすごい。珍しく競争までの話がカメラ含め全くの使い回しだったので勝った。ついにソニックとの対決です。やっぱりライダーズといえばこれですね。今回のコースですが、ソニック編の時と違い、グラビティコントロールの使い道がカーブをインコースで行くためのものではなく、分岐をするためのものとなります。早速、スタート直後左側のハーフパイプから飛んで、目の前のプロペラにグラビティコントロールで突っ込みましょう。GP がカプセルで置いてあり、リングが多めにあるので、どちらも回収しましょう。次のカーブを曲がった後は、左側にまたハーフパイプとプロペラなので、同じくグラビティコントロールで裏道に行きます。今回は GP が置いてないですが、出口の部分がわずかにジャンプ台になっており、トリックで GP を回復可能です。タイミングが難しいですが、狙ってみましょう。見ての通り、成功率低いです。また、左側にプロペラがあるので、
グラビティコントロールで突っ込みましょう。このトンネルから出たらグラビティダイブの推奨ポイントです。回転しているプロペラの羽が浮き上がるので、それに触ると加速できます。また、プロペラの足場は4連続なのですが、その中の3つ目の足場の左側に100リングがあります。ぜひ狙ってみましょう。ちなみに、足場と足場の間は穴があるので、100リングを取った後は、うまくジャンプで渡りましょう。うまいこと抜けて2周目に入りましたが、GP がなくなってしまいました。仕方ないので、今回は正面に進みましょう。とりあえずハースパイプも触っておいて、多めに回収です。ボックスはランダムなので注意。もし、手前のショートカットで GP を使い切っていた場合、次の場所は、右に行けばブラインドになるため、パイプは、無視してレールに乗ってしまいましょう。プロペラの先というか、わかりやすくトンネルと言いますが、この区間は、見ての通り、一直線に続く道です。なので、結構、グラビティダイブと相性が良かったりします。ただ、当然ながら GP を使う機会が多く、全てのトンネルでは使うことはできないです。使いこなせれば大いに役立つので、自信がある人は、積極的に使って移動してみましょう。そういえば、今回はグラビティダイブしていませんが、このプロペラ地帯は、中央にダッシュパネルがあり、こちらを通れば、落下の心配もないんですよね。1周目は、100リング含め利点があると思う。左側をおすすめしましたが、ジャンプで越えるのが苦手だったり、そもそもリングがいらない場合は、真ん中を通って、直線のトンネルの方で使った方がいいかもしれません。あ、落ちた。こういったことがあると、当然やり直しで遅いので、着地がもたついても、思っているより少し上向きにですぐらいはいいかも。遅れてしまったものの、前の2人はまだ見えるので、すぐに追い越せるでしょう。ちなみに、CPU が、ショートカットの方に来るかはランダムです。使うときは使いますが、今回は無視しているようです。命拾いしました。近づいたものの、まだ越せてませんね。次のトンネルでグラビティダイブしてからダッシュパネルを踏んで越しましょう。1位になりました。やっぱり、こっちで使う方が効率良さそう。ソニックが2位まで上がってきて危なかったですが、これで、なんとか伝説の風使いの威厳は守れましたね。俺様が一番よ。返すぜ。おい、まだ勝負はついていないぞ。ジェット様、私たちには目的があります。バビロンガーデンに急ぎましょう。さて俺たちも帰るとするか。ソニック、なぜバビロン一族の祖先はギガンテックロックスにユニットを封印していたんだと思う？さあな。それなんだよ。神の翼を襲った黒い闇、エミーを襲ったあのロボの爆発。あの隕石をバビロンガーデンに近づけちゃダメだ。さすがテイルス。遺跡の文章の意味と、なぜ爆発が起こったのかに気がつくとは。なぜ奴はまだ動いてるんだ？エッグマン。知らんわい。なんだって？ただ何か強大な電磁波がこの付近を中心に発生しておる。それが原因でプログラムを強制実行しているのかもしれん。ソニック、バビロン一族はあの隕石の力を制御しきれなかったんだ。どういうことだ？なぜあの隕石が重力方向を変化させるか、それが分かったんだ。ブラックホールだよ。
神の翼を襲った黒い闇は隕石の力で増幅された重力が作り出したブラックホールなんだ。このままではユニットの共鳴でブラックホールが生まれてしまう。前作は割と小さな事件でしたが、今作は大きい事件でムービーも気合い入ってますね。このままだとブラックホールにこの星ごと飲み込まれちゃうよ。ソニック、この星の最後じゃ。真っ先に逃げるエッグマン。思えば前作でもちゃんと出てるのに2作続いて本編で競争しないですね。強力であるエンジンルームのコアユニットを外せば先行くぜ。ラスボス戦です。前作と同じく追いかけてぶつかるのですが、無重力空間での戦いとなり、グラビティダイブがコース内の特定の区間でしか使えません。なので、トリックや専用アクションをしっかり決めて GP を蓄え、発動可能な区間でちゃんと使えるようにする必要があります。とりあえず、通常速度ではどうあがいても追いつけないので、最初は落ちているリングを集めながら進みます。グラインドレールが途中ありますが、そこまでにグラインド解放は無理があるので、最初のジャンプ台は必ずトリックしましょう。この先はグラビティダイブのエリアになります。ガラスが浮き上がるので、それに3個触れると追いついてダメージを与えられます。一定時間内に追いつけなかったり、GP が極端に少ないと途中で終了してダメージを与えられません。ちなみに前作とは違い、一周でも逃したら負けとかはありません。代わりに制限時間があるので、それを越してしまうと失敗です。タイムアタックはシビアだったので、身構えてしまう人もいそうですが、実際かなり余裕があり、2周ぐらい余分に走れます。なんで、ここだけそんなに緩いんだ。今回は GP が足りるので寄り道しませんでしたが、左側にグラインドレールがあるので、GP が不足している場合は、そっちも利用してしっかりと貯めた上で、ダイブのゾーンに入りましょう。2周目以降は攻撃をしてきます。攻撃を受けると、距離が大きく離れ、グラビティダイブの区間に入っても追いつけない可能性が出てしまいます。回避の方法ですが、一度、左か右に移動し、相手が攻撃をしたのを見てから反対側に移動すれば大丈夫です。どの位置に攻撃が来るかをちゃんと見ましょう。攻撃なんですが、ダメージを与えるごとに頻度が上がります。先ほど言ったように左右に移動することで回避しましょう。回避が間に合わない場合があるので、その場でじっとしておくのは危険です。少し早いですが、前もって説明した方がいいかなと思うので、もう解説始めますね。ファイナルラップ突入と同時ぐらいからメテオ攻撃が追加されます。こちらは、着地した位置の周囲に攻撃判定が出ますので、相手が手を下ろして投げつけてきたなと思ったら今いる列からジャンプしながら移動すると回避しやすいです。ちなみに、ファイナルラップとありますが、仮に、この後攻撃に失敗し続けても、最初の方で話したように制限時間がなくなるまでは、レースというかバトルが続きます。ラップ表記は4周とか出るかと思いきや、ゴール地点を通過しても特に表示されなくなります。判定としては、以降の道がループ扱いで、ゴールがとどめを刺した後しか通れないってことなんでしょうね。これで、ボスの行動パターンは全て出たんですが、こう見ると前作と比べると、相手の攻撃もあるし、より壮大なシチュエーションもあってか、ボス戦らしさがすごく出てますよね。ダイブできる場所も決まっているおかげで、見事に攻防のターンがあって、それを走りながらというのが、ソニックシリーズのボス戦らしい出来栄えだと思います。そんな素晴らしいと評価したボス戦なんですが、これが最初で最後の作品です。以降は、やっぱりレースゲームらしく、
純粋な競争になりますね。まあそれも正しい形だとは思います。クロスワールドではどのようなラストが待ち受けているか楽しみですね。これで勝利。コアユニットのロゴはどこかに消えてしまいましたね。よろしいのですか、このままで。まあ宇宙の大海原にも心を惹かれるが、この星の魅力も捨てがたいからな。それに結局あの隕石って何だったのかしら。あの隕石は自らの力でユニットを集めるようにプログラミングされていたんだ。エッグマンが最初の隕石を発見してマザーコンピューターに組み込んだのをきっかけにプログラムが実行され、世界各地のロボットが暴走を引き起こした。そんなところじゃないかな。そのプログラムを作ったのは誰なんだ？ごめん、わからない。バビロンの祖先かもしれないし、あるいはもっと神秘的な何か。今となってはフロンティアで古代にもそういった電子的なものがあったのが触れられたので、結構この辺の設定も今後使われる時が来たりして。彼らは大昔にこの星に不時着した。でその時切り離したエンジンユニットがいつか地上に落ちてくることを夜空に祈ってたんだ。流れ星が落ちるたびに自分たちの星に戻れますようにって祈りながらな。それが流れ星にお願いをするっていう風習になったのね。ソニック！ジェットが勝負を挑んでくるラストが好きですが、迷惑になりますので公道でレースをしないでくださいと思うのは私だけ。ということでこれで完結ですね。後編を編集してて思ったのは、思ったよりも解説すること多くて予備知識とかの話ができてないなってことでしょうか。でもアイテムとかも大体は同じだし、前作と明らかに違うところは説明したので大体伝わったとは思います。本編中の感想と大体同じですが、ストーリーや出来栄えの感想は、今回はスケールアップした大きな事件が描かれたことと、ボス戦なんかも気合が入っていて、ジャンルが違ってもソニックの良さみたいなのが詰まっている作品だと思いました。バビロン側も引き続きストーリーが濃くて楽しめましたね。ただストーリーが素晴らしいだけにタイムアタックが結構厳しめのタイム設定だったので、本編の難易度はもう少し落としてあげてもよかった気がします。近い時期だと新ソニとかワールドアドベンチャーでもそうなんですが、これじゃ苦手な人は脱落しちゃいますよ。次回から投稿する動画ですが、当然ライダーズシリーズの現状最終作となるフリーライダーズです。こちらはストーリーモードとミッションモードが統合されている作品なので、全てのミッションで S ランクを取る完全攻略動画となります。さらに本編終了後となりますが、もう一つの難関となるタイムアタック実績も各コース個別で解説します。この動画が公開される頃には7月入ってますね。振り返るとレーシング攻略最初の作品ソニック R のラストにてランブルがもう少しレベルとか話しましたが、延期になって一応 Apple Store の公開予定日が7月31日になってるんですよね。でも公式から何もないので、さすがにもうちょい延期かなと思います。5月の時はもともと
予定日が5月22日だったのを5月8日に前倒しで発表したので、このタイミングで何も出してこないのはおそらく出せないってことでしょう。急に配信することも可能ですが、さすがにアプリゲームは初動の宣伝は大事だと思うので、そんな雑な扱いはないと信じたいです。もはやクロスワールドとどっちが先かも怪しくなってきましたね。まあ出来の悪さが目立つような状態で出して人が戻ってこなくなるよりかは、しっかりと作って多くの人が遊び続けたいと思うような作品にしてほしいですが、前回1日だけですが遅れてしまいましたね。一定の頻度で投稿するのは視聴しやすいようにと思っていたのですが、予定がずれてしまいすいません。遅れた理由は23日のソニックバースデーでジョイポリスに行っていました。ソニステの公開収録の席も当選しており、一日中いたんですが、クロスワールドの私有で午前遊び尽くし、午後はフォロワーさんやいつも動画見てくれている人たちと遊べて楽しかったです。会いに来てくれた人ありがとうございました。で、1日ぐらいなら出かけてもと思ってたんですが、疲れが思ったより取れなくて、数日の編集時間にも影響出ちゃったんですよね。一日中出かけるみたいな用事はしばらくないので、今後は予定通りに動画を公開できると思います。では、第2作はこれで終わり。ご視聴ありがとうございました。引き続きレーシング作品を攻略していきますので、良ければチャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。動画時間がまだまだあるって、この後はクリア後解放されるコース1個と残りのキャラの必殺技紹介があるので、よかったら見ていってください。おまけです。バビロンガーデンの外側コース、スペースバビロンを走ります。使用キャラは SCR、H で、さっきの解禁一覧にいませんでしたが、フリーレースでたまに出てくるのに勝つと解禁されます。2種いますが、必殺技は同じ。HD はフライタイプ、GP はパワータイプです。本編に関わっていそうなのに、フリーモードでしか走れないという珍しいコースですね。コースのあちこちに光る床があり、この上を通過すると、目の前に何かしらのギミックが登場。それを使って有利に走っていく必要があります。ちなみに、専用アクションのギミックが登場する時もありますが、操作キャラに応じて必ず行えるものが出てくるのでご安心を。遅れた時は、横の壁が倒れることがあり、この壁の先端からグラビティコントロールで曲がると、ちょうど反対側の道に出ることができます。これが最短経路になるので覚えておきましょう。直線の通路はグラビティダイブすると何箇所か床が浮き上がって、それに触ると加速できます。ただし浮き上がった場所は穴が開いてしまい、ゲージ不足で中断した場合は落下地点が増えてしまうので、ゲージが少ない時はやらない方が安定だと思います。これで一周ですが、先ほど遅れているほど横の壁が倒れてショートカットになる話をしましたよね。実はこれ2周目はちゃんと1周目で倒れたものがそのままになっています。なのでカーブの一つ前の部屋に来たら、できる限り内側で曲がって最速で反対の道に出ましょう。ちなみにインコースしか通ってなくて、通常のカーブが解説できていませんが、カーブは普通に曲がる以外にも外側に壁走りできるところがあります。一応リングが多めに回収できるメリットはあるものの、コースアウトのリスクがあるので行く必要性はありません。今やったようにゲージが不足していてもコントロールの初動で浮き上がるので、反対側の道に渡るには十分です。ただし着地後は減速するので注意。外側はリングが多めに手に入るならメリットと思いがちですが、そもそもこのコース映像を見れば分かったと思うのですが、光る床を踏んだ際にたまにリングボックスも出現します。当然できない行動は選ばれないので、初期状態で専用アクションが使えないギアで来るとリングも自然と抽選率が上がります。よってこの仕様にさえ気がつけば外側を通る意味がないことに気がつくんですよね。なぜそんな設計にしてしまったのか。せめて GP もたくさん回収可能とかにすれば
その先のストレートで抜き返すことも可能で良いコースになったと思うのですが。エッグマンの必殺技は、クラッカー。前作でもおなら攻撃とかだったし、意外と優しい役。ナイツの必殺技は、フリルスピン。やっぱりこれというか、これしかない。相変わらず、再現率がいいですね。アミーゴの必殺技は、マラカスアタック。作品によって飛び道具だったり近接武器だったりする万能すぎるマラカス。ビリーの必殺技はローリングウェッグ。大きな卵で相手を吹き飛ばします。基礎技にして最強ソニックのスピンアタックみたいなものです。